そう、中世1殴るのもったいないけど、ちょうどいいんだよね。ミシュラとハンデスが相性いいかなぜか。まあ、ミシュラ、まず手札破壊は、ちょっと別の場合、どうしようか、どこに書くか。まあ、ハンデス。ハンデス、難しいな。この辺でいいか。うん。まずハンデスはまず、そう、絶対に、まあ絶対これなんで、基本的には、ここは間違いなくて。うん。基本的にはまあ得はしないよね、これ。カードアドバンテージ的には得はしないわけよ。で、もし、なんだろう。で、お互いにスペルを全部一対一交換し続けた場合、残るのは土地しか残んないわけよね。うん。うん、当たり前でね、まあそう。まあ当たり前、当たり前。常識、当たり前のことだけど。ただ残った、そう、はい。早い話でこう。まあマジックって基本的にランド25、スペル35で構成されてて、まあ、土地はマナを出すためのカードで、まあ、そのスペルでクリーチャー出して除去ったり、まあ、ハンデスだったりカウンターで1対1を取る。で、その中で、そのマナーを使ってドローすると1枚分得するなんだけど、ミシュラは単純にその最終的にクリーチャーであるから、言ってしまえば1枚分の価値があるんだよね、土地、ミシュラだけで。そう、土地を置いただけで1アド取ってるわけよ。だから2マナ2のハイログマをデッキに入れるより、代わり種をデッキに入れた方が強いわけよ。なぜなら向こうがそのモリモリハイログマより、こっちの沼変わり谷からの除去の方が強いわけね。結局、ハイログマと除去は1対1だけど、そうした結果、相手は沼だけど、モリモリだけど、こっちは変わり谷と沼、言ってしまえば沼とハイログマ残るわけで。ね、ミシュランがまず強い理由だね、まあ、これに関してだからもう、そう。うん。まあ、もう、置くだけで1アド。まあ、ミシュランドも置いたらワンドローついてると思っていいよ。イメージ的には。うん。そう、ミシュラはそう。置くだけになる。うん。だからクリーチャーデッキとかも、全部1対1取られても、ミシュラだけ残ってればその分で勝てるよね、みたいな。まあ、だからアグロが使うミシュラは強い。そう。基本的にマジックってね、まずベースはポンだよね。全部1対1するゲームだからさ。うん。例えばクイチャ出してさ、2出したら2でブロックされてさ、クイチャ出されたら、まあ、除去ってを繰り返すゲームで、まあ、その1対1をしてる過程で、まあ軽いクリーチャーが通り続けて、ダメージが通る。まあ、その1対1を打ち漏らしたカードね。とか、まあ、そのカードのスペル差、まあ、お互い同じ枚数引くわけじゃないから、相手より多く取ってる、多く引いた分だけ勝つとか、まあ、たまにその全体除去で1対2とか1対3をするみたいな。まあ、結局そのアドをまあ取り続けるゲームなんだけど、まあ、その中でミシュラは置くと1アドだよっていう。まあ、単純にこれかな。そう。置くと1アド取れるから、その相手より奪わった1アドを手札破壊に回すことで1対1。まあ、別に除去とも相性いいだから、そう。除去も一緒はね。除去とも相性いいが、まあ手札破壊の方がね、まあ1対1取る確率高いのは手札破壊だよねって話だね。除去はやっぱりクリーチャーしか取れないからね。まあ手札破壊は何でもいけるから。で、さらに、
その手札破壊のデメリット、よいしょ。デメリットは、まあ、トップデッキをやね。トップデッキ、弱い。当たり前だよね、そう。まあ基本的にお互い手札ゼロでさ、そう、何引いてもしゃあないなって言うんだけど、そう。そう、まあね、まあ結局継続的にミシュラが殴れるっていうのがでかいね。まあ、ちょっと、ここはまあ、ちょっとおまけ程度だけどね、もちろん。ただずっとね、手札界持ってるよりかはミシュラが安定して殴れるよっていう。まあ、ここはほぼおまけかな。